こんにちは。 Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は Xbox シリーズ X と Xbox シリーズ S の比較ということで、私発売日にシリーズ X を購入し、毎日欠かさず遊び続けてもう1年半になりますが、実際にシリーズ X とシリーズ S って何が違うのか、シリーズ X で遊べてシリーズ S では遊べないタイトルの紹介や、シリーズ X をメインに使っている私から見て X と S どちらがおすすめなのかなど詳しくご説明していこうと思います。これから Xbox を購入しようと思っているけど、X と S とどっちがいいんだろうって悩んでる方や、シリーズ S をすでに持っていてシリーズ X が気になる方などはぜひ最後まで見てね。まず Xbox シリーズ X と S の簡単な説明から行っていきます。シリーズ X と S は4世代にわたる Xbox のゲームタイトルがプレイ可能ですが、これまで販売されてきた全ての Xbox タイトルが遊べるというわけではありません。遊べるのは Xbox シリーズ専用タイトル、一部を除く Xbox One タイトル、広報互換に対応している Xbox 360タイトル、同じく広報互換に対応している初代 Xbox タイトルです。Xbox One タイトルについてはキネクト専用タイトルのみ遊ぶことができません。フルーツ忍者キネクト2とかがキネクト専用です。代表的なキネクトタイトルであるジャストダンスシリーズはスマホをコントローラーにできるため、キネクトなしでシリーズ X や S でもプレイ可能です。Xbox 360と初代 Xbox タイトルについては広報互換に対応したタイトルのみプレイ可能で、2021年11月をもって追加が終了しています。上げ始めるとキリがないので、また互換タイトルのおすすめは別の動画でご紹介しようと思いますが、国産タイトルの中ではクラナドやお姉ちゃんバラボルテックス、グアンゲ、冷蔵後期ストラニアなど案外意外なタイトルもちらほら遊ぶことができます。そして広報互換で遊べるタイトルの多くはグラフィックの向上やロード時間の短縮などの効果を得られることができます。シリーズ X ではディスクドライブが搭載されているのでパッケージ版ソフトが遊べますが、シリーズ S ではディスクソフトは遊べません。その影響でごく一部パッケージでのみ販売されている過去のタイトルはシリーズ S では遊べないのも存在します。こちらはやや長くなるので動画の後半でご紹介しますね。また Xbox シリーズ X と S にはクイックレジュームと FPS ブーストという新たに加わった魅力的な機能があります。クイックレジュームとはゲームを遊んでいる途中で別のゲームを起動したり電源を切ったりしても前のゲームが終了されず、複数のゲームを好きな時に即座に切り替え、そのまま続きから遊ぶことができる機能です。ゲーム起動時のロードやタイトル表示がなくなり、電源を入れて数秒で前にプレイしていた続きから遊べてしまい、めちゃくちゃ快適です。途中でセーブできないゲームなどはクイックレジューム機能を使うと便利ですよね。今年のアップデートでクイックレジュームしたいタイトルのピン止め機能も加わり、好きなタイトル2つまでピン止めができてさらに便利になっていますよ。そして FPS ブーストとは Xbox One や360で発売された対応タイトルのフレームレートを向上させてくれる機能で、30fps だったタイトルが 60fps に、60fps だったタイトルが 120fps で遊ぶことができます。ギアーズシリーズみたいな激しい TPS ゲームで特に活躍する機能ですね。FPS ブーストに対応したおすすめのタイトルや詳しい設定方法を説明した動画もありますので、さらに詳しく知りたい方はぜひご視聴ください。ここからはシリーズ X と S、
どちらがおすすめなのかのお話に移りたいと思いますが、まず初めて Xbox を購入する方には断然シリーズ S をおすすめします。 Xbox シリーズ S の魅力は小ささ、軽さ、そして何といっても値段の安さ。史上最小の Xbox という謳い文句で登場したシリーズ S の大きさはティッシュ箱ほどで、手に持った時には思わず軽っと口に出てしまうほどのサイズです。かつて巨大なゲーム機といえばな代名詞だった Xbox がまさかここまで小さくなるとは、時代が変わりましたね。ちなみにコントローラーもどんどん小さくなって、今は本当に日本人や女性、お子様にも合うスマートなサイズになっていますよ。そして値段は定価32,978円と、本世代機の中では群を抜いて安く、はっきり言ってこの性能でこの金額は異常です。現状ゲームを遊ぶならシリーズ S と Xbox ゲームパスのコンビが最もコスパがいいと断言できる組み合わせだと思います。でもシリーズ S ってシリーズ X に比べて性能面はどうなのと思う方もいるかもしれませんが、シリーズ S は決してただの廉価版モデルではありません。解像度は最大 1440p とシリーズ X には劣るものの、遊べるゲームタイトル、ロード時間、使えるサービスには全く違いはありません。一部コールオブデューティーシリーズやデビルメイクライ5などシリーズ X では 120fps に対応しているものの、シリーズ S では 60fps までというタイトルもありますが、フォートナイトやヘイロー、ギアーズ5、オリや FPS ブーストタイトルの多くをシリーズ S でも 120fps で遊ぶことができます。この金額で 120fps 出るゲーム機ってやばいですよね。なお、サイバーパンク2077やダイイングライト2などは当初 Xbox シリーズ S では 30fps でしたが、アップデートで 60fps に対応するようになりました。またシリーズ S の本体容量は 512GB で、専用の外付けストレージ拡張カードが本体よりも高額と非常にお値段が高いので、容量が足りなくなるのではと不安な方もいるかもしれませんが、シリーズ X の方でも 1TB とシリーズ S の2倍となっていて、対策ゲームソフトだと1本 100GB 前後容量を食うので、正直容量に関しては S も X もどちらにしても現行機は容量が足りませんが、基本 Xbox にはどんな外付け HDD でも使用ができるので、 PC やテレビ番組の録画などで使うような外付け HDD を用意すればいいです。今だと 4TB で1万円くらいで買えます。X と S 向けに最適化されているゲームは外付け HDD から起動することはできませんが、ゲームを保存しておくことはできるので、あまり遊ばないゲームは外付けに避難しておき、いざ遊ぶ時に内蔵に移動して遊ぶような形で私は運用しています。移動にかかる時間もものの数分なので全然苦になりませんよ。私、ゲームパスタイトルはほぼ全てインストールし遊んだり、新しいゲームソフトもどんどん購入して遊んでいますが、ストレージ拡張カードがなくても快適な Xbox ライフが送れています。ポータブルタイプなら場所も取らないのでいいですよ。Xbox シリーズ X で遊べて Xbox シリーズ S では遊べないタイトルは存在しますが、最新のゲームではなく、現在ではストアでの販売がされていないパッケージ版でのみ入手可能なタイトルたちとなります。ワン世代のタイトルではライセンスの問題でダウンロード版の販売が終了してしまうフォルツァシリーズ5、6、7、そしてオープンワールド版のフォルツァホライゾン2、3は今から購入して遊ぶためにはパッケージ版が必要です。
そして Xbox360 の広報互換タイトルではダウンロード版の販売が行われていないタイトルがいくつかあります。エースコンバット6やメタルギアソリッド HD エディションなどはパッケージ版でのみ遊べるタイトルで、ダウンロード版は販売されていません。またキャサリンやペルソナ4、The Ultimate 真夜中アリーナ、スパ 4AE、オレンジボックスなどは海外ストアではダウンロード版が販売されていますが、日本では行われていません。Xbox One や Xbox360 のパッケージをたくさん所有している方にはシリーズ X をおすすめしますが、基本的に最新作を遊びたい方やこれらのタイトルを遊ぶ予定がない方でしたらシリーズ S でもいいと思います。うちでは 4K の60型テレビを使って遊んでいるので、シリーズ X とシリーズ S とで画面を見比べると、さすがに S の方の映像はちょっとぼやっとして見えます。X はくっきりしています。しかし PC モニターに接続してみるとその差は全く感じません。なので 4K 環境のある方や今後 4K テレビやモニターを購入する予定のある方でしたらシリーズ X の購入をおすすめします。4K 環境のない方、また購入の予定もない方でしたらシリーズ S で全く問題ないと思います。私の場合はシリーズ X をヘビーに使いまくってからシリーズ S に触れたにもかかわらず、あれ S ってすごく良くないと思えるほどでした。ほぼ Xbox シリーズ S の紹介動画みたいになってしまいましたが、本当にコスパがとんでもないゲーム機なので、迷ってる方にはぜひゲームパスと一緒に遊んでみてほしいハードです。プレイグテイルレクイエムやスターフィールド、フォルツァ最新作、シンデュアリティや鉄拳8などなど、本世代専用タイトルがいよいよ発表され始めているので、安く最新ゲームを遊びたい方には本当におすすめのハードです。私のチャンネルでは今後も Xbox 関連の最新情報をまとめていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。Twitter の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。